把自己拍飞的，感觉他一直都是这么孤独的感觉。ある意味立派じゃ。ベガパンクのボディーガードと。踩在正义的上面。の頭脳を持つ男でしょ？いなくなったら政府の損失じゃない。不惜抹除这样子的天才，也要保住他们自己的利益。私は政府にとって有益な発明を続けてきた。回廊石の利用による公開技術の革新、細胞他にも数えきれんほどの偉業を成し遂げたこの私が世界一の頭脳で敵対してくると思われたら，对政府是很大的威胁，直接干脆除掉。だったか。あの野郎、絶対許さねえ。哦，ポニー，どこ行くんだ？路飞的眼睛也太逗了。もう殺すしかねえ。还好有索隆在船上。我的天呐，他真……就算他已经是机器人了，也遭不住。バーソロミュー・クマ？何？どこから来たの？この前神々の力逃げ出したって言われてたけど、なんでここに？天竜人の無敵奴隷クマがなぜ？
就感觉他一直就记得这个目标，世界政府的目标。ベガフォース1はこの島内でしか飛行できない。我々を島に封じ込め、追い詰め、叩く。敵の作戦。而且黄猿也正在赶来的路上。上等じゃ。やるんじゃろ？アトラスの敵。燃えてきた。いや、ここへは誰も上がってこられないはずですし、わざわざこちらから戦いを仕掛ける必要なんて。相好斩了那不就成？このまま座して死を待てっちゅうんか。目的は返り討ちではない。ステラを逃がすことだ。不惜牺牲掉这几个6个分身吗？まあまあ、それくらいにしておかんか。我々はサテライト。我が身を挺してでもステラの安全を確保する。それが先決。身勝手に暴れられては困る。相変わらずいいこぶりやがって。嫌いだぜお前。結構だ。ルフィはまだ来ねえのか。で、この後はどうなるんだ？連中戦争でも追っ始めるのか？かもしれないわね。たとえこちらにその気がなくても、結局は相手の出方次第。うまく島から抜け出せても、敵は必ず追ってくる。想像するのも嫌。ほんまに。ピューピュー。はあ！ひらめいた！革新的な技術を！なんか足りんのや。研究する時間も人でも足りん。ああ、猫の手も借りたよ。想引他们出去吗？啊哈哈！啊哈！もちろんです。命令を待っていました。啊！わあ、助けてくれるぞ。向こうも命令を待っておったぞ。これが最善策のようですね。せやな。CP0 さえ抑えてくれたら、正直脱出なんて簡単やぜ。ステラ、麦わらの船に乗るんや。よっしゃ。それをメガフォース1でわしが港へ送ろう。それでいい。そこ。なんじゃ偉そうに。お前の对啊，王克太可爱了。メガパンク！よく啊！しゃー！無視！落ち着け、バネー！ダメだ。メガバンクへの怒りが完全に虫の裏に変わってる。おい！俺あのおっさんここから逃がすって約束したんだ。ぶっ飛ばすなよ、バニー！許さん！なんだ？ラボフェーズ迎撃システムフロンティアドーム解除。ラボフェーズ迎撃システムフロンティアドーム解除。なぜだ？誰がやった？どういうつもりだ？ピタゴラス！どないなっとるんや？わかりません。フロンティアドームが被远程操控了吗？もなくラボフェーズに到達可能になります。コントロールルームに誰かいるか？確認します。確認。コントロールルームに人影はなし。难道是被黑客给黑了？誰の仕業なんじゃ？フロン
解除されました。なんだ急に。ルッチ、バリアが解除されたぞ。今のうちじゃ。パンク。あれ、麦わらの一味の船かしら。おお、ロボもあるの。なるほどな。下で船が見つからねえはずだ。要跟索隆开打了吗？破壊しておこう。黄猿来了。麦わらの一味が。什么意思？啊，这机制太快了，我服了。这集看到就是熊把自己给拍飞，然后一直划过天际线，一头撞到宏图大陆上，正中这个世界政府这个标志的靶心，看着就是感慨万分吧，真的看着非常的心疼。就现在都已经没有什么意识了，但是他心中的这种执念还在，想去救自己女儿，甚至不惜与世界政府为敌。然后就是这一集贝加庞克所说的另外一个伙伴，这个同伴的这个声音又有点像女帝，又有点像 Stussy， 但是我可能更倾向于可能是个新的角色。贝加庞克他们这边有这个新同伴的加持，但是陆琪他们这边马上又有黄猿的加持了。最后这个屏障莫名其妙被打开，可能也是里面有叛徒，可能现在在贝加庞克他们这个 records 上面的这些人里面，其中会有这个叛变的。肯定是非常非常熟悉他们这个系统还有屏障的这个人。不过我其实觉得，虽然陆琪他们现在有4个时间石在他们这儿，但其实我觉得路飞还有贝加庞克他们所有人还是应该能打得过陆琪他们的，但是他们还是没有直接开打。抽了3发抽到的陆宝超可爱，我好喜欢他在 iPad 上面这件衣服。虽然我从来不玩卡牌，但是我也就是随便抽了1发。索隆这个还挺帅的。然后还有一个这个斯莫格的，好久没看到他了。あれ、麦わらの一味の船かしら。なるほどな。下で船が見つからねえはずだ。破壊しておこう。又要对战到卡库和索隆了吗？别打扰我所大午休好吗？啊，好贤惠，布鲁克。先来一段那个什么 B-boy。帅！久违的再次出场，就是这么的可靠，绝对不会让人伤传1分1毫。誰だ？俺の眠りを妨げんのはあの方たちは。あら、船番ですね。跟蹦床似的。来たのか知らねえが、俺たちの船を壊そうってんなら切るしかねえな。上等じゃ。能不能让我看看索隆啊？フロンティアドーム
作動。フロンティアドーム作動。这样不就把他们又包在里边了吗？服了。麦わらの一味の船が狙われてるぞ。へえ、現在船番であろう者たちが応戦中。根本不是索隆的对手，我只能说。终于相遇了。啊，乔巴好像那个幼儿园下学，就是家长来接。合流できてよかったわ。なあ、ここすっげえもんいっぱいあるぞ。ロボットとか。ああ、知ってる。モニターで見てた。お前がサイファーポールと戦っていたところもな。それとうちの船にベガパンクを乗せるってことも聞いた。そうなのか？こっちも状況は把握してる。急いでベガパンクたちを連れて。大家都是无条件支持路飞的选择。もう出港？さっき上陸したとこじゃん。还想玩呢。少しゆっくりよ。ゆっくりしてえけどよ。そもそもここ政府の島だしよ。あんたあったでしょ、ドブルッチ。外騒がしいな。サイファーポールもすぐに追ってくるだろうし、一刻の猶予もないの。でもよ。あ、ポニー知らねえか？髪の長い女海賊。なんでよ。そういえばベガパークは？そういやいねえな。いつからだ？何黙っていなくなってんだあのおっさん。有着不羁的灵魂。罗宾。大丈夫かな？已经在被追杀了。这个钢管真的。可能就是另有隐情吧。啊，是他不能修复，还是技术上修复不了？会不会是熊也同意？以前的故事。紛れもない人間である。成功したのだ。私は確信している。これは世界にとって平和への大きな一歩である。平和研究所マッズ所長ドクター。他是在引诱贝加庞克吗？陷阱。哦啊！太天真，贝加庞克。哇，这啊！所以这是人还是人类吗？
哦，把变小了。小的时候应该还没有那么聪明吧？この光る物体が私の年齢じゃな。非力な子供にしよって返せ。私の顔を見る年月。怪可愛的呢。安心しろ。私の能力は生物に対して永遠の効力はない。父をなぜ殺した？啊，真的是另有隐情的。可能熊也不想让波妮知道。天呐，别这样，我真的太心疼了。就是翻山越岭，跨越海洋，想去找到波妮。父を殺す理由があったのに話せない？バカにしてんのか？ふざけんな！バカにだとしてよな。勘弁してくれ。自我を失うという決断真的是大他でもない。クマ自身が決めたことじゃ。嘘つけ！他可能为了，可能也是为了保护波妮。这是库玛自己的选择，可能是为了守护家人，这样不得已的，甘愿成为这种奴隶。但是贝加庞克也真的很遵守跟他朋友的这个诺言了。但是波妮很可怜啊。那肯定就有关系啊！要揭露他的秘密了吗？贝加庞克也是拼尽全力想守住这个秘密了。就可以对非生物的东西造成永久的伤害。OP 好像也有这么一幕，一个巨大的熊掌。哦，别让我看。记得。哦。困るよ、ガープ中将。これから私たちはエッグヘッドへ出航の予定。戦力を奪わないでくれ。固いこと言うな、ドル。笑い事かよ。それにあんた、
四皇の島に喧嘩売る気ならちゃんと上の許可は降りてるんだろうね。なぜじゃはあ、何十年海兵やってんだよ。根本不 care。いいんじゃいいんじゃもう着いたし着いた。どうする哦，コビー先輩。去救科比了吧？ヘルメット出てこ何？海賊か。ヘルメッポを名指しで殺しに来た。違う、あれは。おおヘルメット出てきたか。不对呀应该是要去干黑胡子了吧？卡普这是。めさしよって見苦しい。だったら哦哦，卡普最后这一段登场真的太帅气了，就有一种久违的让我想到了白胡子。当时白胡子也是就是浩浩荡荡的，就是去救艾斯。如果没有卡普去救科比的话，真的不知道谁在这个时候能这样子出海去救他了。毕竟还要跟四皇针锋相对，这个时候哪管上面还允不允许啊？卡普绝对是会去救自己的徒弟的。真的就让我不禁想到当初的卡普，他没有能力，就是没有资格去救艾斯，但是这一回救科比，他一定是不会错过这个机会，挺心疼老爷子的。那太好奇，就是波尼马上要打开的这个潘多拉的盒子到底是熊它的什么东西？它是一个巨大的这个熊掌气泡，那可能就是熊把自己的其中一部分弹出来了之类的。这集也是终于看到了索隆拔刀了。跟卡库也是冤家路窄吧，索隆在就是安全感爆棚啊，完全不需要担心一点儿。这集中间也穿插一段很短的一个像是贝加朋克的闪回，一个就是不被世界认可的生命诞生了，可能这说的就是波妮吧。听起来就好像是这个生命是人造人似的，因为它不完全是人类，只能是算作人类。其实仔细一想，波妮她的这个果实能力也很逆天啊。虽然她现在是对于生物无法做到就是永久的这个逆转年龄，如果她能做到对生物永久的改变年龄的话，就可以做到长生不老了，就真正意义上长生不老，对他人和对自己都可以。如果真的是这样的话，一定会被就是政府抓起来，就是为己所用。看到波妮一直拿着那个钢管当武器，真的让我不禁想到萨博当时拿的那个钢管的武器，是不是小孩都喜欢拿这种东西当武器？波妮真的感觉还非常的小呢，就是还整个心智不成熟。之前也有多少能猜到，就是贝加庞克他可能就是对库玛的事情是有所隐情的嘛，毕竟他早就认识了龙，也极大可能性早就认识了库玛。龙也应该不可能是让就是以前的贝加庞克直接对库玛进行这么大的改造吧。我也很心疼波妮，就是一直被蒙在鼓里，但是我觉得他和他父亲他们都有在为彼此着想，还是非常动人的。那这是喵姐姐说，我们下次再见，拜拜。